どうもちゃん、カネゴでございます。ということで、本日の食材が、こちら、カニということでね、それではこちらを、さばいていく。銀色エプロン、販売中。はい、改めまして、本日の食材がこちら、ズワイ、毛ガニ、タラバ。っていうことでね、今日は皆さん大好き、カニさんの動画になります。まずこちら、ケバケバのカニ。これは毛ガニですね。味噌の濃厚さと身の旨味の強さが特徴です。で、こちら。これ旅館とかで出てくるやつですね。ズワイガニ。とっても食べやすくて、みんな大好き、万人受けするタイプの味のカニですね。で、こちら。なんだこれってぐらいでかいです。今回のタラバ。3キロぐらいあると思います。超特大です。足も僕の指1、2、3、足で指3本ですからね。指3本ってめちゃめちゃ太いですからね。タラバガニ、身のボリューム感、満足感が特徴のカニですね。で、このカニ、皆さん、全部でこれ、いくらだと思いますか？僕もびっくりしましたよ。これ全部で18,000円。お正月とかだったら、このサイズのタラバ、生のタラバ1匹だけで3万円から4万円します。でも今こういう時期なので、安いんですかね。僕も届いたものを見てびっくりしました。で、産地がどこで取れたかちょっとわからないですけど、多分北海道かロシアでしょうね。まあ、どっちでもいいんですけど、美味しいので。ほんで、以前、あれやったじゃないですか。甲羅酒。あの甲羅酒がうまかったんだ。あれ、たまらんかった。で、この前は渡りやったじゃないですか。で、今回は、この3種類のカニの甲羅を使って甲羅酒作っていきたいと思います。どれが一番美味しいのか、ちょっとそこら辺も検証していけたらなと思います。もちろんこの足も食べます。まあ、足はね、シンプルにボイルでいきたいと思います。そしたらまずこちら、全部茹でていきます。で、お湯にお塩。塩加減が大事。カニ自体に塩気がありますんでね。まあ、このぐらいでいいでしょう。指パッチンすると沸騰しますよ。そしたらここにタラバを放り込んでいくんですけども、入るかこれ。甲羅さえ入ればね、こっちのもんなんですよ。足を畳んでしまえばいいので。あ、入るか。入るなこれ。押してけ押してけ。入った。で、これで30分40分茹でていきます。で、タラバ茹でてる間にズワイと毛ガニも別のコンロで茹でていきます。はい、ではこのように茹だりました。そしたらまだ熱くて剥けないので、こちら一度冷やします。はい、冷やしました。さあ、じゃあ見ていきましょうか。ズワイガニはね、かなり身が詰まってそうですよ。ちょっと毛ガニが軽いかなーっていう感じ。で、タラバガニがちょっとね、柔らかいんですよね。脱皮したてですね、これ。ズワイガニの脱皮したてのやつを水ガニって言って、ちょっと安いんですよね。じゃあまずタラバから見てみましょうか。ふんどしを外します。うわ、ほら、中がスカスカだ。殻も柔らけえもんな。こりゃね、胴のみは期待はできないですね。よっと。ただ足はみんなついてますね。うわ、マジかよこれ。これ、身です。殻がこんだけに対して身がこんだけ。ちょっと食べてみましょうか。いただきます。味はうまいわ。味が美味しきゃなんでもいいんですよ。ほら、こんな感じです。じゃあ足だけ外していきますね。で、よいしょ。殻を外します。まあでもこんなもんか。こんな感じですね。痩せてますね、ここね。なんか足によって当たり外れがあるな。これいいですね。ぎっしり詰まってます。これさ、スポット抜けるんじゃね？これ抜けますね。普通タラバガニってこんな簡単にスポッて抜けないんですよね。脱皮直後の特徴ですね。ここに切れ込み入れて、カッコってやって引っ張ると。そしたらこういう感じにどんどん剥いていきます。はい、では続きまして訳ありのズワイガニですね。これはね、良さそうだよ。
どうもね、そんなに、でもちょっと痩せてるけど、ひどくはないですね。サイズはそんなに大きくない。さあ、身はどうでしょうか。お、詰まってますね。ほら、うまそう。うまい。甘いな。やっぱ一回も冷凍してないからうまい。最高。で、僕爪はね、こうやって切ります。こういう感じ。ズワイガニは素晴らしい。最後、毛ガニ。どうでしょうか。おー、いいじゃん。全然悪くなかったですね。味噌もぎっちりです。味噌どうかな、生臭くないかな。うまい。濃いな。この間に味噌がいっぱいあるんですよ。これをこう、ほじくって、もう毛ガニは味噌を食えって言いますからね。毛ガニの味噌、いただきます。うめえ。毛ガニって外れだと味噌が全く入ってないんですよ。こりゃ大当たりだぜ。味噌食べ尽くしてしまいましたね。じゃあこう割って、身詰まってます。で、足を切り離して爪を取っちゃいます。そしたら胴の身を割ります。こういう感じ。足を外してで、こっちも胴の身を割ります。で、毛ガニはね、こっち側ですね、内側の方、ここに1本切れ込みを入れます。そうするとこうパカッて開きますんで、これをほじくって食べる感じですね。こう切って、外側はシャープになってるんですよ。で、内側はこういう風に膜がありますんで、この膜を切る感じですね。簡単に切れます。めちゃめちゃ柔らかいです。こんな感じ。これね、簡単な毛ガニの食べ方。ではざっくり剥けましたので盛り付けていきます。はい、これで訳ありガニの盛り合わせの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。贅沢でございます。じゃあまずは甲羅酒いきますか。甲羅を軽く炙っていきます。よいしょ。こんな感じですね。味噌も結構ついてますんで、割とカリッと炙っていきましょうか。ではまずはタラバガニいただきますか。痩せてたと言ってもやっぱでかいですね。僕の親指より太いですから。いただきます。なんかね、味が濃い気がします。凝縮されてるね。うわぁ、最高。では次は毛ガニいただきましょうか。これですよ、たっぷり味噌。いただきます。うわ、もうマジで好き。毛ガニは冷凍すると味噌にちょっと臭みが出るんですけど、ボイルしてない生から茹でた毛ガニはうまいですよ。身ですね。ほら、こうやってね、簡単に割れます。これをいただきます。うまい。次、ズワイ。箸でビュ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 と取っていただきます。うめえ。塩加減もバッチリですね。甲羅酒に行きましょう。で、ここにね、日本酒を抜く止めてあるんですよ。今日はこれ1カップでいきます。よっしゃ、熱燗でございます。これを甲羅に入れます。よいしょ。わあ、もったいね。毛ガニにもよし、 OK です。
よし、じゃあいい感じにカニエキスが日本酒に移ったら飲んでいきましょうか。ではズワイガニからいただきます。うわー、うまっ。カニのいいところが全部日本酒に反映されてます。今月のおすすめ LINE スタンプじゃねえわ。カニの身の甘さでほのかに香る味噌の香りで、この塩気も相まってうめえな。前の渡りガニでやったやつより俺好きかもしれん。ズワイガニの甲羅酒めちゃくちゃうまいですね。じゃあ次はこちら、毛ガニの甲羅酒。今日はあえて味噌たっぷりでいきました。いただきます。うわー、うまい。でもズワイガニと全然違うじゃん。味噌感が強いですね。やっぱり味噌がたくさんついてますんでね。カニの香ばしさを味わうんだったらズワイガニの方がいいかな。はい、では最後ラスボスですね。でっけえタラバガニの甲羅、これで甲羅酒します。大酒飲みのやり方よこれは。じゃあこれを炙っていきます。はい、ではこのように水分が飛びましたよ。じゃあここに熱燗をジュワーっと入れます。全部入れたった。あんまり強火でガーッと炙っちゃうと穴が開いちゃいますんでね、弱火でゆっくりゆっくり水分飛ばしてくださいね。さあカニの旨味を日本酒に移るんだ。お、じゃあいい感じになってきましたね。こう炙っておいたカニの足も入れちゃおうか。よし、こちらをいただきます。ではではこちらをいただきます。ん？熱い。あんまり美味しくない。なんかね、カニの美味しさがあんまり感じられないですね。それはもちろんカニの風味はしますよ。しますけど、ズワイと毛ガニがうますぎたんで、ちょっとかすんじゃいますね。甲羅酒としては成立してますけど、僕は毛ガニとかズワイでやった方が好きです。で、毛ガニもう一回いただきます。うまい。毛ガニが一番好き。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はインターネットで買った訳ありのカニセットを使って3種のカニの甲羅酒飲み比べしてみましたけども、カニによってあんなに違うんだなと思いましたね。で、訳ありのカニ、本当に訳はありましたけども、あれで2万円だったら安いですって。また動画外でも普通に買い物したいなと思うぐらいのカニでした。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。